皆さんこんばんは。ミスタービヨンドです。さて、本日ですが、皆さんは不死に憧れたことはありますか？永遠の命、永遠の若さ。これは程度の差はあれ、歴史上の多くの偉人の憧れそのものです。かくいう私も宇宙の構造を根本から理解したいので、可能ならそれこそ何千年でも生きたいです。医学の進歩が加速している昨今では、人生100年時代と言われています。ただこれはあくまで現代での常識であり、あと十数年もすれば人類は不老不死と呼ばないまでも200年から300年くらいは生きられるようになると言われています。これは生命科学が加速度的に進歩しているからです。ただ当たり前ですが、さらに先の未来では科学はもっと進歩しているので、寿命はさらに伸びていると考えられます。遺伝子工学や再生医療、ナノテクノロジーに加え、人体と機械の融合が現代では想像もできないレベルで進歩しているからです。技術は指数関数的に進歩していくため、わずか10年先の未来でもまた話は変わってきます。なので、これは個人的な解釈ですが、今を生きている私たち、特に若い世代は将来的に不老不死を選択できる可能性があると私は思います。ただ、寿命がなくなるということはいいことばかりではありません。支配者層の入れ替えや権力の偏りが解消されづらいからです。権力者が不老になったら権力を手放すはずがありませんからね。一つ例を出しましょう。仮に人類の寿命が150歳だったとしましょう。皆さんの上司は120歳でも働いている可能性があります。その場合、80年くらい前の価値観に未だにしがみついているのかもしれません。プーチンはあと50年くらいは王座に君臨し続け、130歳オーバーのスターリンもいます。毛沢東に至っては120歳前後です。これが不老長寿がもたらす世界観です。これを象徴するかのように、物理学者のマックス・プランクはこんなコメントを残しています。科学は葬式のたびに進歩する。実に皮肉的ですが、めちゃめちゃ的を射てる発言だと私も思います。今後人類は間違いなく不老不死に近づいていきますが、それによって生じる様々な新しい課題に立ち向かないといけないことになります。そこで本日は人類が不老不死になった時のために、今後人類が経験する2億年先までの話をしましょう。今日話す内容を聞いても、皆さんはそれでも不老不死になりたいでしょうか？長期間の未来予測をする上で絶対に外せないのが、オックスフォード大学が2015年に発表した人類を脅かす12のリスクです。このリストには人類の存亡を左右する12個のリスクが描かれています。極端な気候変化、核戦争、パンデミック、生態系の崩壊、国際システムの崩壊、巨大隕石の衝突、火山噴火、合成生物学の暴走、ナノテクノロジーの暴走、AI の氾濫、未知の原因、そして政治の失敗です。ここで挙げたほとんどのリスクは誰もが思いつきそうなリスクばかりですが、合成生物学の暴走とナノテクノロジーの暴走はピンとくる方が少ないので解説します。合成生物学の暴走は簡単に言えばバイオハザードです。研究者がより感染力が高く致死率の高い病原菌を作り出してしまい、それが意図せず、あるいは意図的に拡散されることでパンデミックが発生するというシナリオです。合成生物学はより効率的な医薬品の生産、新しいワクチンの開発、栄養価の高い品種改良などいろんな恩恵をもたらしてくれますが、どんな道具も使い方を誤れば兵器に変わってしまうものです。先のコロナウイルスも実は自然発生ではなく人工的に作られたという都市伝説があると思いますが、要はそれです。今回は難を逃れましたが、いつか対処しきれない可能性があるということです。歴史を振り返ると、未知の病原菌によって壊滅した文明は数多く存在します。1520年3月、スペインの艦隊がメキシコへと向かいました。艦隊には900人のスペイン兵とわずかなアフリカ人奴隷が乗船していました。その中の一人、フランシスコ・デ・エギアという奴隷が知らぬ間に天然痘ウイルスを保持していたのです。彼の感染をきっかけとして、それまで天然痘に触れることのなかったメキシコで爆発的に感染が広がりました。その結果、3月時点で2200万人だった人口が
わずか9ヶ月後には1400万人にまで激減してしまっていました。その後、インフルエンザや麻疹、その他の多くの感染症が波状攻撃のようにメキシコを襲いました。60年後である1580年、メキシコの人口は200万人を切っていました。もちろん、当時はウイルスと細菌の違いどころか、細菌すら発見されていない状態であったために起きた出来事です。ただ、先のコロナウイルスも世界中の研究者が寿命を削って尽力しましたが、皆さんの知る結果となってしまいました。もし対処が難しいウイルス、もしくはそれに匹敵する何かが蔓延した場合、対処しきれずにそのまま絶滅に向かってしまうことは十分に考えられるというわけです。続いて、ナノテクノロジーの暴走です。ナノテクノロジーとは、1メートルの10億分の1という極小サイズを扱う技術ですが、最も懸念されているのは、グレーグー現象と呼ばれる自己複製機能を持つナノマシンが制御不能になるシナリオです。これは、ナノマシンが無限に自己増殖を続けることで、最終的に地球上の全ての物質がナノマシンに変換されてしまうというシナリオです。一見 SF 映画のように聞こえますが、科学者たちの間では真剣に議論されている内容です。ここまでの話を聞いていると少し怖くなる話ばかりですが、人類もいい意味でバカではないので、自ら自滅に向かうようなことはしないと私は思います。よく人類は近い将来滅亡すると言われていますが、個人的にはそう簡単に絶滅しないのが人類なのではないかなと思っています。なんだかんだ2度の世界大戦、度重なる悪魔的な感染症も生き抜いていますからね。もちろん結果的に原始生活を余儀なくされたとしても、絶滅だけは免れるのではないかなと私は思います。人類を絶滅に追い込む危険要因が意外とたくさんあるということが分かったところで、今度は地球規模で起きる出来事について見ていきましょうか。南海トラフおよび首都直下型地震の発生。トップクラスに警戒されているこの地震ですが、今後30年以内の発生確率が 70% から 80% と予測されており、100年以内での発生はほぼ確実と言われています。これは本当に冗談では済まされない最悪の地震なので、対策できるうちに対策しておきましょう。私も備蓄したりなど準備を進めています。富士山の噴火。日本の象徴である富士山はいつも穏やかですが、実は活火山です。実際にいつ噴火するかは正直誰にも正確なことが分かってはいませんが、富士山はたくさん噴火する時期とほとんど噴火しない時期があることが知られています。最後に噴火したのが1707年の宝永大噴火です。これ以降は一切噴火はしていませんが、前回の宝永大噴火が宝永地震の49日後に起きたことを考えると、100年以内に巨大地震が起きて、それがきっかけで富士山が噴火する可能性は十分あり得ます。2061年、ハレー彗星の到来。2061年にハレー彗星が地球に再度接近します。ハレー彗星は75年周期で接近する彗星で、非常に美しいことが知られています。最後に接近したのが1986年であったこともあり、今回初めて高画質での撮影がされることが予測されています。楽しみですね。地球の自転がわずかに遅くなる。これは月の重力の影響で起こります。地球は100年でわずか 1.8 ミリ秒ほど1日が長くなることが分かっています。このズレを修正するために1972年以降、ウルー秒を27回も追加してきました。些細な問題に感じる人もいると思いますが、現代社会では金融取引や GPS など1秒未満の精度で時間を計測する必要があるシステムがたくさん存在しています。なので、ウルー秒はそういったシステムにバグを引き起こす可能性があるのです。この問題は現在でも未解決問題として研究者たちの頭を悩ませています。サハラ砂漠が再びサバンナに変わる。地球最大の砂漠であるサハラ砂漠が緑豊かなサバンナに変わるのはなかなか想像しづらい現象ですが、原因は地球の自転軸の周期的な変動にあります。地軸は約26000年周期で再差運動と呼ばれる揺れを引き起こしており、約13000年ごとに北半球の季節が逆転しています。地軸の傾きも約41000年周期で変化するので、地球上の気候が長いスパンで変動しています。一見するとサハラ砂漠の緑地化は
好ましいことのように感じられますが、逆説的に言えば他の地域が乾燥化して砂漠になる可能性を示唆しているのです。破局噴火が発生する。歴史を振り返ると、地球全体の生態系を根本から崩壊させる破局噴火は数万年から数十万年周期で起きることが知られています。ただ、アメリカにあるイエローストーン火山は60万年周期で噴火することが知られており、もうすでに64万年が経過しています。さらに9000立方キロメートルのマグマが溜まっているため、もし噴火した場合は人類存亡の危機になることが予想されています。イギリスの科学者によるシミュレーションでは、もしイエローストーンで破局噴火が起きた場合、3から4日以内に大量の火山灰がヨーロッパに届き、アメリカの 75% の土地の環境が変わり、火山から半径1000キロ以内に住む 90% の人が火山灰で窒息するだけでなく、地球の平均気温が6年から10年くらいは10度下がるという予測が出ています。実際、今から7万4000年前に起きた鳥羽火山噴火の影響は凄まじく、当時の人類の人口を数千人から数万人程度にまで激減させたと考えられています。人類が存続をするのに必要な最低限の人数がだいたい5000人から1万人程度なので、鳥羽噴火は人類を絶滅ギリギリまで追い込んだと言っても過言ではありません。氷河期が訪れる。氷河期がいつ訪れるかについては複数の仮説があり、誰も明確な時期を断定することはできていませんが、およそ5万年から10万年というのが一般的な予測です。ただ、現在進行中の地球温暖化の影響により、氷河期がもっと遅れるのではないかという可能性も示唆されています。シリウスが南極星になる今から6万4000年後には、シリウスは地球上のどこから見ても南の方向を示す星の役割を果たし始めます。北極星の南版ですね。ベテルギウス・アンタレスが超新星爆発を引き起こす。もしもこれが起きたら、数ヶ月間もの間、満月に匹敵する光が夜空を包み込むだけでなく、数ヶ月間は昼間でも常に見え続けます。一般的には50光年以内で発生した超新星爆発は生命を絶滅に追い込むほどのダメージを与える危険性がありますが、幸運なことに50光年以内で超新星爆発が起きる恒星は現在のところ発見はされていません。ベテルギウスが640光年、アンタレスは550光年程度離れているので問題は起きなさそうです。一方で特に注意をしないといけないのがガンマ線バーストです。ガンマ線バーストは超新星爆発の際に発生する可能性がある現象で、太陽が数十億年にわたって放出するエネルギーと同等のエネルギーを数秒から数分もの間に放出する宇宙では最大級に凄まじい現象です。100光年以内ではほとんどの生物は死滅、1000光年以内でも地球であればオゾン層の崩壊など深刻な影響が出る非常に恐ろしい現象です。ただ幸いなことに、ベテルギウスやアンタレスがガンマ線バーストを起こしたとしても地球に向かって放出することはなさそうです。グリーゼ710が太陽系に接近する。今からだいたい130万年後にグリーゼ710が太陽系に再接近することが予測されています。これが起きるのは太陽系自体も銀河を公転しているからです。そのため実は定期的に他の恒星とも接近しています。最接近時の距離は 0.2 光年程度と予測されており、その影響で太陽系の縁であるオールトの雲をかき乱す可能性が指摘されています。オールトの雲には数千万から1億個程度の彗星が太陽を公転しているのですが、もしこれが起きると彗星の一部が太陽系に向かってしまう可能性があります。その場合、軌道を離れた彗星が地球に衝突する可能性はゼロではないため注意は必要です。アフリカ大陸が2つに割れる。今から1000万年後くらいにアフリカの東側が割れます。紅海の水が侵入することでアフリカ大陸が2つに割れてしまうのです。パンゲア・ウルティマ大陸が誕生する。今からだいたい2億5000万年後、プレートテクトニクスにより全ての大陸が合体し、一つの巨大な大陸が形成されます。この大陸の姿として最も有力視されているのがパンゲア・ウルティマ大陸です。ただし、これは数あるシナリオの一つに過ぎず、他にもノボパンゲア超大陸やアメージア超大陸といった可能性も指摘されています。
最終的にどの形になるのかはまだ確定はしていませんが、2023年時点で最も有力とされているパンゲア・ウルティマ大陸についてスーパーコンピューターを用いたシミュレーションが行われました。その結果、この超大陸の形成に伴い火山活動は活発化、大気中の二酸化炭素レベルは現代の2倍にまで上昇することが分かっています。さらに太陽光も1億年ごとに 1% 程度強くなるため、内陸のほとんどは極度に乾燥化します。平均気温は40度から70度にまで上昇します。この猛烈な高温と乾燥により雨はほとんど降らなくなるので、植物は死滅。大陸の中央部はほとんどが砂漠と化し、飲み水も食料も枯渇するため、内陸部での生命の存続は絶望的となります。海に面した沿岸部でさえ、極端な海水の蒸発による凄まじい湿度が生物を襲うため、ほとんどの哺乳類は生存が困難になると予測されています。研究によると、哺乳類が生息できる地域は全体のわずか 8% から 16% 程度に限られているそうです。いかがでしたでしょうか？これが人類が今から2億5000万年後までの未来で経験する出来事の数々です。もし不老死になった場合、これらの全ての体験をしても生き続けることになります。特にパンゲア・ウルティマ大陸は非常に過酷であることが推測されているので、不老不死の体になった後に文明が崩壊して原始人生活を余儀なくされることがないことを祈るばかりですね。では冒頭の質問に戻りましょう。ここまでの話を聞いた皆さんは、それでも不老長寿になりたいですか？私はなりたいです。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。